この動画は JLCPCB の提供でお送りします。こんにちは。皆さんがよく知っている電気メーカーもこういった計測器類を昔は作っていたのをご存知でしょうか？ここにあるのはオシロスコープという電圧波形を測定するための装置です。実はこういったもの、皆さんが知っているような電気メーカーも作っていました。かつて日本にもオシロスコープを作っているメーカーはたくさんありましたが、統合や淘汰が進んだ結果、現在は数社のみとなりました。今日はそのオシロスコープを3社分偶然入手することができましたので紹介します。これらのオシロスコープ、最近のオシロスコープとは見た目構造が全く違います。これが割と最近のデジタルオシロスコープです。こういった薄い形をしていて液晶を使っています。操作も中にはタッチパネルに対応しているものもあります。今日ここにあるのは全てアナログオシロスコープです。このアナログスコープは中にブラウン管が入っています。最近のオシロスコープは奥行きが非常に小さいのですが、アナログオシロスコープ見てみるとこのように奥行きがものすごくあるんです。これはブラウン管を使っているからです。ブラウン管と言っていますが、これはカソードレイチューブのことです。CRT ですね。というわけで今日はこれらのロマンの塊であるアナログオシロスコープを見たり実際に使ってみたりしてみます。まず一つ目は松下通信工業製のカソードレイオシロスコープです。このロゴの部分がありますが、ナショナルと書いてあります。懐かしいですね。このナショナルですけど、現在パナソニックですね。松下通信工業ですが、その国内のブランドですね。パナソニックは海外のブランドです。現在は全てパナソニックのブランドに統一されています。でまず電源を入れたいんですけど、電源ボタンがないですね。ここにパワーオフと書いてありますので、これですかね。お、回りました。カチッって言いましたね。真ん中ぐらいにしておきますか。つかないですね。昔のテレビ、ブラウン管使ったテレビって起動に時間がかかったんですけど、それと同じ感じでしょうか。すいません、コンセントを入れ忘れていました。電源を入れるとランプがつきました。やはりですね、中にブラウン管が入っていますので、ここの画面に映るまでが結構時間がかかるようです。起動時間ですね。お、つきました。ここに点があります。だいたい起動に20秒くらいかかりました。ここが操作パネルなんですけど、なんかいろいろありますね。フォーカス、インテンシティ、これは電源のスイッチですね。で、あとはなんかあってトリガーレベル、これもよくわかりませんね。これが多分電圧のレンジの切り替え、ボルツパーセンチメートルって書いてあるんで、おそらく電圧の切り替えですね。これがタイムパーセンチメートルなんで、オシロスコープの画面の横軸の調整ですかね。とりあえずいろいろいじってみます。このアテニュエーションのバリューですね。これは縦の移動ですね。オフセットの調整って感じですかね。ここにトリガーレベルって書いてありますけど、これは多分波形が入ってきた時にどこでトリガーがかかるかっていうやつです。でここのこれは水平軸の移動ですね。水平軸が移動します。だいたい真ん中に合わせておきましょう。ここにフォーカスっていうのがあるんですけど、 CRT のフォーカスがありますね。ちょうどこんくらいでやるといいでしょう。ここにインテンシティがありますが、これ回すと画面の明るさですね。点の明るさが変わります。一番明るい状態が見やすいので、これにしておきましょう。とりあえず波形映してみます。50Hz の制限波を入力します。こういう風に信号を入力すると、はい、なんか映りました。波形映っているんですけども、あんま時間軸が合っていないような気がしますね。これを回せば、なんかいい感じですね。波形が見えました。とりあえず 50Hz の波形は映っています。波形がチカチカして見にくかったので、周波数を 1kHz に設定しました。ここにトリガーレベルがありますが、これを回すとトリガーのレベルが変わって、こういう風に波形がちょっと移動しますね。トリガーのレベルが波形から外れてしまうとこのようになってしまいます。ここにトリガーを選べるのがありますが、これをマイナスにすると波形が反転するとこんな感じで、ネガティブエッジのトリガーかポジティブエッジのトリガーか、ここに EXT って書いてありますが、これは多分外部のトリガーですかね。ちょっとよくわかんないんで後で試してみます。周波数どれくらい高いところまでいけるか試してみます。100kHz、一気に時間のレンジが詰まりましたね。これは今波形を一番拡大したところです。なんかここ回せるみたいですね。こういう風にピーって回すと波形の時間軸をさらに拡大してくれます。なかなか面白いですね。で、
この部分引くとさらに波形の時間軸が拡大されます。こんな感じですね。わかりますか？面白いねこれ。ただ壊れた時にこれものすごく直しにくそうな機構ではありますね。こっち側も一応引くとなんか変わるようです。ここのノブを一番引いて、さらに右に回すともっと波形の時間軸が拡大されると。この時に何ヘルツまで波形が表示できるかというと、これは今 1MHz の波形を映しているところです。だいぶ波形が薄くなっていますね。これなんで薄くなるのかちょっとよくわからないんですが、見れても 1MHz の波形がいいところかなっていうところです。今のデジタルオシロスコープだと安いラインナップでも最低で 50MHz 見ることができます。そう考えるとこの時代のオシロスコープがいかに低周波のものしか見れないかというのがお分かりいただけたかと思います。左側の方でここ振幅を調整できるようになっています。これを引くと DC カップルした状態になります。オフセット乗せるとこんな感じですね。これを押すと AC 結合になります。はい。基本 AC 結合で見た方がここら辺の調整はやりやすいかなとは思いますね。デフォルトの状態が AC 結合で、これを引いた状態が DC 結合になるので、基本的に AC 結合の方で使ってくださいということでしょうか。ちなみに周波数をものすごく低くして今 1Hz の波形を映していますが、こういうふうに上下にゆらゆらと動いています。こういうふうにトリガーがかかるとこういうふうにフィーって波形がいくんですけども、なかなかレベルが合わないので、一回波形にトリガーがかかったらその後はもうなんかかかんないみたいな状態になっています。こちらの操作パネルでちょっと謎なのが EXT ホリゾンタルトリガーというやつですね。ちょっと使ってみたいと思います。ここのトリガーソースを選ぶところありますが、これを多分一番右の EXT にしないとダメっぽいですね。でここにも EXT ホリゾンタルの時間軸の選択があるので、多分これを選ぶと。でここに波形を入れてみたいと思います。でちょっと信号の入力をこのホリゾンタルに変えてみます。何も変わんないですね。これは違うし、これもトリガーのレベルだから、これ縦のトリガーなんで関係ないですよね。この水平位置も関係なさそうですし、ここは EXT に合わせないとダメだから、動いた。なるほど。このホリゾンタルトリガーに信号を入力すると横の方に動くんですね。これは DC の入力とはまた別なんですね。こっちの入力が縦の軸が動いて、でこのホリゾンタルトリガーの方に入れると横軸の方に動くと。なるほど。これは最近のデジタルオシロスコープとは全く違ったような動作をしますね。結構難しいですね。これ使うのは。これ横軸に入力する波形の形で結構移動の仕方が変わりますね。今制限波を入力していますが、これを例えば区形波とかにするとピッピッピッって2つの値を取るようになります。これ三角波ですけど、移動する速度が一定でこの2点上を行ったり来たりをします。次はランプ信号です。波形は一定の速度である電圧まで上がっていくと、このところですね。ある一定の電圧までいったらまたゼロのところに戻ると。でまた一定の速度で動いてまたゼロというふうになります。今は左から右に行っていますが、ランプの入力を変えるとこういうふうに今度右から左に行くというふうになっています。これ面白いですね。これ指数関数上のなっていますが、いきなりプッていってでまた戻るというふうになってます。こういう波形の表示ってデジタルオシロスコープにはなかなかないので結構面白いですね。オシロスコープで振幅の軸と時間の軸を独立に制御できるということは、それぞれに独立した信号を与えれば何か波形が書けるっていうことをですね、実際にやってみます。今縦軸には制限波が入っていて、今度横軸時間軸の方にも同じ制限波を入れてみます。そうするとこの画面の中で縦軸は先ほどの制限波ですね。で横軸の方も同じように制限波で動くと、それらを組み合わせるとこのように動くと。これなかなか面白いですね。 XY 表示ですね、波形の。例えば2つの波形の信号の位相を変えてみるとこういう風になります。丸の波形をこういう風にかけるんですね。さらに面白いことがあって、2つの波形の周波数は 10kHz ですが、片方の周波数だけ変えてみます。そうすると、このように波形の表示が結構変わるんですね。こんな感じです。例えば2つとも三角波を入力して、その位相を少しずつずらしていくとこういう風に何か
長方形のような形を描きます。で、今はこれは四角形ですね。さらに位相を変えていくと今度は反対側になると。アナログオシロスコープについて少し調べてみました。この CRT の部分に電子銃と変更板というのが使われています。そこに電圧を加えると波形が見えると。今見えているこの点は CRT の中にある電子銃から出てきた電子が蛍光体に当たって光っている様子です。さらに垂直変更板と水平変更板があります。垂直変更板というのはこの縦軸の部分です。ここに電圧を加えると縦方向に電圧が触れます。つまり垂直変更板に電圧が加わって電子のビームをこういう風に曲げています。それによってこの波形が触れているように見えると。では水平変更板の方はどうかというと、今度はホリゾンタルの部分です。ホリゾンタルのところに電圧を加えると左右水平方向に表示が触れました。これは水平変更板に電圧を加えることで中の電子ビームが曲がって、そしてこのように点が移動するという風になっています。水平変更板と垂直変更板の両方に電圧を加えるとどうなるか。左右と垂直の方向に電子ビームが曲がることになりますので、このように点が移動するという風になります。これの原理はなかなか面白いです。次はこちらの謎の木箱に入ったオシロスコープを見ていきます。木箱を開けるとこんな感じです。はい、日立のロゴが見えました。日立製作所製のオシロスコープです。先ほどのオシロスコープと比べて少し見た目が近代的になっています。裏面を見てみると日立製作所の銘板が貼ってあります。オシロスコープではなくてシンクロスコープと書いてあります。製造年月が45の5と書いてあります。昭和45年の5月ということでしょうか。昭和45年ですと1970年ですので、およそ53年前のシンクロスコープになります。ちなみにコンセントのプラグ見てみると日立製作所のマークが書いてあります。さっきの松下通信工業のオシロスコープと比べるとだいぶ操作感が分かりやすそうな見た目をしています。電源もスイッチタイプのもので、さっきのは回すやつだったんですけど、こちらの方が好きですね。電源が入ってやはりブラウン管なので、この画面に表示されるまではだいぶ時間がかかるようです。輝度調整を移りました。このスイッチ入れて、そして消すと波形がヒューってどっか行くのが面白いですね。ここに輝度調整があります。明るい方が見やすいですね、やはり。あとは焦点ですね。このくらいでしょうか。あとメモリの照明ってあるんですけど、全開にすると右上の方が暗くなりましたよね。なんか豆電球みたいのがつくみたいです。照明消しましたが、こんな感じでかすかに光る程度であまりよくわかりませんね。中の豆電球本当はもしかしたらいくつかついているんですが、ここだけしか残ってなくて他のは切れてしまった可能性もあります。それについては今後分解修理動画とか出せればと思います。そしてこのノブで水平を移動すると垂直の位置も移動できますね。こちらの日立製作所のオシロスコープ、なんと入力が2チャンネルあります。チャンネル1とチャンネル2と。ですので波形を2つ同時に表示できるんですね。これすごいですね。かなり進化しています。ここに今映っているのはチャンネル1です。でチャンネル2を表示する場合はこうですね。はい。チャンネル2の位置が調整できました。それぞれちゃんと独立に動いています。それぞれの端子は BNC 端子の入力になっています。随分近代的な入力になっていますね。でここで直流の結合か、それとも AC の結合かというふうになっています。でここのノブダイヤルで選ぶと、ここでチャンネルの感度の微調整ができるようになっています。この波形の表示が結構暗かったので、部屋全体を今暗くして撮影しています。こんな感じでしっかりと波形自体は表示できています。周波数をどのくらいの高さまで入力しても問題なく波形が見えるかを確認してみます。まず 1MHz です。このダイヤルをどんどん変えていくと、これで今 1MHz 映っていますが、かなり分かりにくいですね。見えますかねこれ。アナログオシロスコープだと周波数の高い波形を入力した時にものすごく見えにくくなります。部屋の電気を消しました。この部分引っ張ると波形時間軸拡大します。ここを回しても同じように時間軸を拡大できると。回した後に引くとさらに波形を拡大できるようになります。1MHz の波形でこんな感じです。これを 2MHz にすると結構きついですね。トリガーも
かかるけど波形もかなり薄くて見にくいです。1MHz の制限波が上限かなといったところです。すいません、ちょっとトラブルが発生したようです。電源入れても波形が映らなくなってしまいました。多分使ってるうちに壊れたっぽいですね。なんかブラウン管とか叩けば治るとか言いますけど、これは無理っぽいですね。ちょっと何もしていないのに壊れたに近い状態ですね。電源のオンオフできるんですけど、本当に何も映らないですね。ちょっと残念ですけど諦めることにします。そのうち修理したいと思います。次にこちらが最後のオシロスコープになりますが、その前に今日のスポンサーの紹介をさせてください。 JLC-PCB です。プリント基板関係のスポンサーたびたびついていますが、今回から JLC-PCB になりました。その時々によって一見が一番いいと思ったメーカーを選んでいます。なぜここかというと、プリント基板の組み立てサービスが他と比べて頭2つ分くらい抜けているからです。というのも JLC-PCB が抵抗キャパシタ LED その他 IC などのジェネラルな部品在庫を抱えていて、その中から選んで実装できます。部品調達のリードタイムを短くできるんですね。じゃあ JLC が在庫していない部品はどうするのかっていうことなんですけど、グローバルパーツソーシングといって他の商社から部品を代理購入してもらえるサービスがあります。これがかなり有能です。一見もこの組み立てサービス使っているので、皆さんもぜひ試してみてください。楽です。外観を一周見てみるとこんな感じです。いかにも古いでしょみたいな感じの見た目をしています。後ろにここカバーがありますが、この変なスイッチでこういう風に開くんですね。でここに電源のコンセントが収納されています。そして一周してまた正面に戻ってくると、本体の上の部分に銘板があります。 ST1248D 型東芝 75mm ブラウン管オシロスコープ東京芝浦電機株式会社って書いてあります。これね、東京芝浦電機という会社、現在の東芝です。芝浦製作所と東京電機が1939年に合併して東京芝浦電機になったようです。その後1984年に東京芝浦電機の略称である東芝に社名を変更しました。これが現在の東芝なわけです。ここにネジありますが、プラスのネジどこにも使われていません。マイナスのネジだけしか使っていないです。こことかこことか。昔の工業製品を見てみると、やはりマイナスのネジしか使われていなくて、プラスのネジというのはどこにも使われていないんですね。それほど古い機器だということがわかります。まず電源を入れてみます。ここのインテンシティの表示のところに電源の入力があります。一番強くしてしまいましょう。でそうすると、しばらく待機時間はやはり必要ですね。ブラウン管ですので。本体の下の部分を見てみると、東芝のロゴマークあるの分かりますでしょうか。その部分がじんわりと光っています。こちらの東芝のロゴですが、現在使われている東芝のロゴより古いものになりますね。傘のような T のマークがある東芝のマークになっています。これもなかなかいいですけどね。で、ここを回すとこんな感じで波形が何か表示されました。こういう風に波形は映ったんですけど、正直使い方はね、あまりわかんないですね。このフォーカスであったり水平軸の移動、あとは垂直軸の移動なんかはこれまで見てきたオシロスコープと同じですが、それ以外のところが結構難しそうですね。ここの V ゲインという項目はやはり振幅方向の原因かと思います。 H ゲインセレクトというのがありますが、これもやはり水平方向のやつですかね。今トリガーが何もかかっていない状態ですので、この点が表示されるというふうになっています。スイープにすると多分ずっと取っているので、こういうふうに波形が流れているというふうな状況になっています。これちょっといろいろ触ってみて実際にどう使うのかっていうのが分かりました。まずですね、振幅方向に波形を振りたい場合どうするかというと、この V インプットと書いてありますが、ここに信号をまず入力します。こういうふうに入れて、そしてさらに入れると、そうすると何か触れましたね。ここに今制限波っぽい波形が流れています。この H ゲインセレクトとスリープフリーケンシーがありますが、これの設定がちょっと厄介なんですね。この H ゲインセレクトを
こういう風にすると、これは時間軸は何も動作していない状態ですね。この振幅の軸だけが動くというような状態になっています。1Hz の制限波ですが、1秒間隔でこういう風にゆらゆらと電子ビームが揺れていますね。ここからですね、周波数をさらに高くして 50Hz にしてみます。これ今 50Hz で行ったり来たりしているので、緑色の線になっています。制限波の信号を見たい時にどうするかというと、この H ゲインセレクトをスイープの方に入れます。そうすると制限波が何か見えてきましたね。で、ここでさらにスイープの周波数をこういう風にちょっとずつ上げていくと、そうするとこういう風に制限波が見えます。この H ポジションを少し調整して、そうするとはい制限波が見えました。これが基本的な使い方です。こちらのオシロスコープ、やはり垂直変更板と水平変更板ありますので、縦軸と横軸それぞれ制御できます。今縦軸が動いているので、これは垂直変更板に電圧を入れています。水平変更板の方に電圧を入れるとどうなるかというと、はい、このようになります。なんですけども、今スイープのところにしているので、これを何か適当な入力にする必要があります。そうすると分かりますか？これ今水平方向、時間軸方向にこのように動いています。この表示の原因なんかを変えられるようですね。今1倍にしていますが、これを10倍にすると動く振幅が約10倍になると。水平入力、つまり水平変更板に 1Hz の制限波を入れています。ここでさらに垂直変更板、つまり縦軸に 1Hz の制限波を入れると、このように動きますと。これは原理通りですね。ここでさらに2つの入力の制限波の位相差を変えていきます。そうすると、ちょっとずつ楕円のような形になってきました。最終的に位相差が90度になると、このように円を描くようになります。周波数をさらに高くしていきましょう。例えば 1kHz。これは今水平の入力を 1kHz にしました。では垂直の入力も 1kHz にしてみましょう。はい。このように円を描くようになりました。なかなか面白いですね。これも原理通りです。やはりこれもブラウン管を使っていますので、強力な磁石を近づけると波形がこのように歪んできます。ローレンツ力を受けた電子がこのようになります。磁石を近づけていくとこういうふうに逃げるようになりますね。一方で磁石の極性を反転させると、このように磁石にくっついてくるようになります。面白いです。こういうのはアナログオシロスコープでしか見られない現象ですね。こちらのオシロスコープ、この側面が開くようになっています。ここをパチッとやると、反対側も同じように開きます。パチッとやると、これがブラウン管ですね。この中に垂直変更板と水平変更板が入っています。そしてこの一番奥の部分が電子銃です。この中身を見てみると、トランジスタなんてものは使っていなくて、全て真空管です。例えばこの真空管見てみると、三菱電機製の真空管、下のこちらを見てみると、ここを見てみるとマツダと書いてあります。そのすぐ隣のやつ、こちらも三菱電機製の真空管です。反対側を見てみるとこんな感じです。なかなか古いですね。ここ見てください。ラグ板ですね。プリント基板のさらに前のものといいますか、ラグ板しかないです。こちらの面にもやはり真空管がいくつか使われています。1、2、3、4つですね。中の構造もやはり昔の機器といいますか、手作り感がものすごいです。こういったところを見てみると、本当一つ一つの部品を組み合わせて作るような、そんな感じですね。おそらくこういったかなり入り組んだところですので、機械を使ってハンダ付けするのは無理ですので、ハンダ付け職人が一つずつ丁寧にハンダ付けをしていった、そんな感じでしょうね。ちなみにこの状態でスイッチを入れると、このように真空管の中のヒーターが赤熱して何とも言えない感じがしますね。ちなみにこちらのオシロスコープの製造年月日よくわかりません。というのも古すぎてどこに書いてあるのかよくわからないんですね。もしわかる人いましたらコメント欄にお願いします。というわけで、かつて日本の電機メーカーが作っていた年代物のオシロスコープを手に入れて、そして実際に使ってみました。やはり作っている年代が古いと思われるオシロスコープほど使うのが難しいです。個人的に一番使いやすいかなと思ったのはこちらのナショナルのやつですね。
東芝のオシロスコープは波形は映るんですけども、あまり垂直の軸がリニアではないです。これは古いからというのもあるかもしれません。ちょっと中身メンテナンスしたら面白そうですけどね。で、日立の方なんですけど、これもですね、なかなか使いやすいとは思うんですけど、ちょっと画面が暗すぎですね。で、あと2チャンネルあるというのはなかなかいいかと思います。でもちょっと壊れてしまいましたので、途中までしか使えていません。いろいろ使ってみて、やはり最近のデジタルオシロスコープはものすごく使いやすいというのが分かりました。もうアナログオシロスコープには戻れませんね。今後いろいろメンテナンスもしていきたいと思います。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。T シャツ販売中。詳しくは概要欄から。